皆さんこんにちは、みさとです。ここは奈良県の王子駅です。1月初めの朝6時前で、まだ夜明け前です。朝早くてまだ止め置かれている電車も多いですね。今日は青春18切符5日目の日帰り旅に出かけます。改札口で最後の日付を押していただきます。一度紛失してボロボロになりましたが、最終日まで頑張ってくれました。私の青春18切符。今回の旅は関西本線で名古屋を目指します。青春18切符でのんびりと 149.3km の旅です。ということで、まずは王子6時4分発の奈良行き。乗車した221系戸袋窓のところに小ぶりなテーブルがありました。王子から16分で奈良駅に到着。奈良駅改札横のセブンイレブンはまだ開店前でした。次は鴨行きですが、1本前の京都行きで木津まで行けるので、そちらに乗ることにします。6時29分発の区間快速京都行き、2駅目の木津で乗り換えです。この駅から京都府に入りました。乗り換えの間に別の動画でアップしました。冬の朝、河川に霜が付着してパンタグラフがスパークする様子を見ることができました。今度こそ鴨行きに乗っていきます。東の空がいよいよ明るくなってきました。次は終点かも。次は終点かも。自信なさげなアナウンスに聞こえたら、多分疲れているのかも。6分ほどで鴨駅に到着。到着時にちらりと見える大仏鉄道の頃のランプ小屋。同じホームの向かい側に亀山行きの列車が止まっており、乗り換えます。この亀山行きは炭鉱の一流の列車です。車内は座席は満員で、立ち客が数名いるぐらいの乗車率。6時54分、鴨駅を発車です。この列車は途端に伊賀上野呉方面亀山行きワンマンカーです。お降りのお客様は非電化区間となって鴨までの雰囲気とは一変、やはり120型のエンジンもうなりながら進みます。木津川の流れを横目に最初の停車駅の笠木駅。昔のままの跨線橋が頑張っています。笠木を出ると木津川の流れが左の車窓に続きます。しばらく走ると列車はゆっくりとしたスピードに。制限速度 25km の必殺徐行区間です。よく見るとバラストもかなり土に帰っていますね。木津川橋梁を渡る手前で必殺徐行区間は終了。大河原駅では鴨行きの列車と行き違い。大河原大トンネル、大河原小トンネルの2つを抜けると月ヶ瀬口駅です。月ヶ瀬梅林の最寄り駅ですが、南にだいぶ離れているそうです。京都府はこの月ヶ瀬口駅までになり、駅を出て間もなく三重県に入ります。薄く霧がかかり、霜も降りている区間を抜けると島ヶ原駅です。ここでも1両の鴨行きと列車交換。次は伊賀上野。ちょっとした上り勾配があり、越えて行きます。伊賀上野の手前でようやく明るい日差しが差し込んできました。右側より伊賀鉄道の線路が近づいてきて、伊賀上野駅に停車。ちょうど朝の通勤通学時間帯で、駅に着くたびに列車交換があります。ということで、この列車の車内もかなりの立ち客となりました。伊賀上野から先、しばらくは伊賀盆地を走るので、カーブも勾配も少なく、列車はスピードを上げます。佐那具駅も昔ながらの古い木造駅舎で営業中。次の新道駅は、駅の横に黒い真新しい建物が。2023年11月に図書館がオープンしていました。もうしばらく伊賀盆地を走り、山あいの雰囲気になって草津線と合流すると柘植駅です。
次駅にはこの列車は草津線電車が発着する3番乗り場に停車。2分ほど停車の後に発車。次を出ると兜越えの急勾配区間。兜トンネルの入り口は現役トンネルとは思えないほどのレトロさです。トンネルを抜けると中野駅信号場跡のホームが見えます。残っている廃墟のような建物も元信号場関係施設でしょうか。兜トンネルを抜けて延々と坂を下っていきます。柘駅から 8.9 キロ、10分かかって兜駅です。鴨から亀山までの間、この兜駅と次の関駅のみ無人駅だそうで、伊賀上野駅以外は会員委託となり無人になる時間もありますが、駅で切符を売っているというのはありがたいですね。兜駅を出ても兜川に沿いながらさらに下って行きます。関駅は旧東海道の関宿の最寄り駅。駅舎は最近の立派なものですが、宿場町にふさわしい雰囲気です。まだ山は見えますが、伊勢平野の端に来た感じがします。伊勢自動車道の亀山インターチェンジ付近を高速で走り抜け、右の貨物ヤード跡地にはソーラーパネルが並んでいます。こうして鴨から1時間22分で亀山駅に到着。乗車していた1時間半近く立ちっぱなしでいたことを忘れるほどの楽しさでした。次は10分の待ち時間で名古屋行きの普通列車。転換クロスシートにゆっくり座ってしばらくパンの朝食をいただいていました。食べ終わると川野駅でした。列車は朝の光を浴びながら雫川の北側を走ります。雫川を離れると河原田駅。ここから津鈴鹿方面に向けて伊勢鉄道が分岐しています。南四日市駅はコンビナートのイメージの赤と白の煙突が見えて四日市らしさがあふれています。次はタンク車がたくさん見れる構内の四日市駅です。冬の澄み切った青空に紅白の煙突と煙が似合いますね。富田駅では315系と交換。この時関西本線で315系は初めて見かけました。富田を出ると近鉄名古屋線三岐鉄道3期線がオーバークロス。そしてもう一度三岐鉄道3期線がオーバークロスと目まぐるしいです。旭駅を出て稲部川を渡るあたりでゆっくりに。朝毛信号場から桑名駅の間が単線のため、下りの快速三重号と交換待ちだったようです。右に三岐鉄道北西線を見ながら桑名駅に停車。この駅で10分停車して特急南紀2号が先発します。南紀号の HC85 系を見るのもこの時が初めてでした。停車時にアイドリングストップして発車前に扉が閉まってから再びエンジンスタート。南紀2号ならこの列車より14分名古屋に早く着きます。10分の停車時間もあっという間で桑名駅を発車。揖斐川を渡る手前で近鉄特急伊勢志摩ライナーとすれ違いました。揖斐川、長良川、木曽川を渡るあたりで近鉄名古屋線と並走です。彼方に見えるのは長良川河口関。長島駅ではすぐ横に近鉄長島駅が見えます。木曽川を渡り終えると近鉄名古屋線は離れて行きます。そして弥富駅。この駅から愛知県になります。この駅では名鉄美西線と連絡していますが、反対側の車窓のため映っていません。次の永和駅との間に白鳥信号場があって、桑名行きの列車が交換待ちをしていました。永和駅、蟹江駅と止まって行き、春田駅からは名古屋市内に入ります。この駅で快速三重を交換待ち、庄内川を渡ると再び近鉄名古屋線と並走。あとは名古屋まで両者の線路は並んで走ります。
この後、近鉄の線路は車窓を左側に移って、こちらからは見えなくなりますが、八田駅の手前で高架の下で何か工事をされているようですが、地下鉄の工事のようにも見えますが、一体何の工事なんでしょうか。八田駅でも四日市行き普通列車と交換待ち。八田駅を出ると JR 東海名古屋工場が見えて、青波線の笹島ライブ駅が見えました。やがて青波線と新幹線の高架の下を抜けて名古屋駅に到着です。奈良県の王子駅から3時間52分の旅でした。青春18切符5日目の旅はもう少し続きますが、この続きはまた別の動画にしたいと思います。どこまで行くのかお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。